License Service YouTube。ご視聴いただきありがとうございます。最初にお詫びさせていただきます。サムネイル表示の通り100問の練習問題の予定が50問しか出来上がっていません。作成に時間がかかり完成していませんが、公開させていただきます。続きも時間がかかりますが、仕上げて100問の動画を出しますので、どうぞご視聴いただければ幸いです。動画の内容は、本面直前の復習用のわかりやすい問題文と簡潔な解説のつもりです。それでは始めます。問題1。徐行とは、車がすぐに止まれるような速度で進むことを言う。答えは、丸です。徐行とは、すぐに停止できるような速度で進むことです。一般にブレーキを操作してからおおむね1メートル以内で止まれるような速度で、時速 10km 以下の速度であると言われています。問題2。対面する信号が黄色の灯火の点滅の時は、車は必ず徐行して通行しなければならない。答えは、×です。黄色の灯火の点滅の意味は、他の交通に注意して進むことができることなので、車も徐行しないで注意して進むことができます。問題3。安全地帯のない停留所に止まっている路面電車に追いついたとき、乗り降りする人がいても、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れるときは徐行して通過できる。答えは、×です。安全地帯のない停留所に止まっている路面電車に追いついたとき、乗り降りする人がいるときは、1.5 メートル以上の間隔があっても路面電車の後方で停止して待たなければなりません。徐行で進むことができる場合は、乗り降りする人がいない場合で、1.5 メートル以上の間隔が取れるときです。問題4。日常点検は自動車の使用者の責任において、走行距離や運転時の状況から判断した適切な時期に行うものと、1日に1回、運転前に行わなければならないものがある。答えは、丸です。日常点検は、自動車の使用者などが自分自身の責任において行う点検で、自家用の普通乗用自動車や大型自動二輪車、普通自動二輪車などは走行距離や運転時の状況などから判断した適切な時期に行い、タクシーなどの事業用の自動車やレンタカーなどは、1日に1回運転する前に行います。問題5。高速道路の本線車道に路側帯や路肩は含まれないが、加速車線と減速車線は本線車道に含まれる。答えは、×です。加速車線と減速車線も本線車道ではありません。その他、途半車線、路側帯、路肩も本線車道ではありません。本線車道とは、高速道路の高速走行する部分である、走行車線と追い越し車線を言います。問題6。交差点やその付近を走行中、緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避け、道路の左側によって徐行し、進路を譲らなくてはならない。答えは、×です。車は交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側によって、一時停止しなければなりません。徐行で譲ってはいけません。なお、一方通行の道路では右側によって譲ることもできます。問題7。車両通行帯のあるトンネルを通行しているとき、前の車を制限速度を守って追い越した。答えは、丸です。トンネルは自動車や原動機付き自転車を追い越すことができない場所ですが、車両通行帯がある場合は追い越しをすることができます。問題8。カーブや滑りやすい道路で後輪が横滑りを始めたときは、後輪が滑った方向の反対にハンドルを切ると良い。答えは、×です。四輪車を運転中、後輪が横滑りを始めたときは、後輪が滑る方向と同じ方向に軽くハンドルを切り、車の向きを立て直します。タイヤが横滑りをしないように、滑りやすい路面では速度を控えたり、カーブまでに安全な速度にすることが大切です。問題9。友人と待ち合わせをするために車を止めていても、運転者が運転席にいる場合は、継続的に停止していても駐車にはならない。答えは、×です。
駐車とされる客待ち荷待ちと同じように、運転者が運転席に乗車してすぐに運転できる状態であっても、人を待つことを目的として継続的に停止するときは、その停止時間に関係なく駐車になります。問題10。道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合は、その直前で徐行するとともに、歩行者の通行を妨げてはいけない。答えは、×です。道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合は、徐行ではなく、その直前で一時停止しなければなりません。歩行者がいてもいなくても一時停止して、歩行者の通行を妨げないように通行します。問題11。長い下り坂などでは、オートマチック車のチェンジレバーの D の位置はエンジンブレーキが弱いので、フットブレーキを頻繁に使いすぎるとブレーキが急に効かなくなることがある。答えは、○です。急な下り坂や長い下り坂では、チェンジレバーをセカンドカローに入れて、強いエンジンブレーキを活用するようにします。チェンジレバーのドライブの位置は、エンジンブレーキが弱いので、フットブレーキを頻繁に使いすぎると、急にブレーキが効かなくなることがあり危険です。問題12。運転者が危険を感じて車を停止させようとするとき、実際にブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離を停止距離という。答えは、×です。運転者が危険を感じて車を停止させようとするときに、実際にブレーキが効き始めてから停止するまでの間に走る距離は、制動距離と言います。そして停止距離とは、危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが効き始めるまでの空走距離と、ブレーキが効き始めてから停止するまでの制動距離を合わせた距離を言います。問題13。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けたときに、タイヤの後ろに波の形が現れることを言う。答えは、×です。ハイドロプレーニング現象とは、水で覆われた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、水の上を滑走する現象です。この現象が発生すると、ハンドルやブレーキが効かなくなり大変危険です。雨の日の高速走行は速度を控えましょう。そして、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けたときに、タイヤの後ろに波の形が現れる現象は、スタンディングウェーブ現象と言います。問題14。警察官などが手信号で腕を垂直に上げているとき、警察官などの身体の正面に並行する交通は、黄色の信号を示している。答えは、○です。警察官などが手信号で腕を垂直に上げているときは、警察官などの身体の正面に並行する交通は、黄色の信号を示しています。なお、警察官などの身体の正面に並行する交通とは、警察官などの体に対して横の方向に進む交通のことです。問題15。横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車のそばを通るときは、歩行者などに注意して、徐行して通行しなければならない。答えは、×です。横断歩道などの手前で停止している車両のそばを通って前方に出るときは、徐行ではなく、一時停止しなければなりません。横断歩道やその付近を横断しようとしている歩行者が隠れているかもしれません。急に飛び出すことも予測して、一時停止して安全を確かめます。問題16。路線バス等優先通行帯の標識のある車両通行帯は、路線バスと通学通園バス以外の自動車は、その通行帯を通行してはいけない。答えは、×です。標識や表示によって路線バス等優先通行帯に指定されている道路でも、路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行することができます。ただし、右左折をするときや工事などでやむを得ないとき以外は、路線バスなどが近づいてきたときは、バス優先通行帯から出なければなりません。また、交通が混雑していて、その通行帯から出られなくなるときは、初めから路線バス等優先通行帯を通行してはいけません。問題17。オートマチック車で信号待ちなどの停止中は、チェンジレバーをニュートラルに入れておけばクリープ現象は起きないので、ブレーキペダルを踏んでおく必要はない。答えは、×です。
チェンジレバーをニュートラルに入れても、信号待ちなどの停止中はブレーキペダルをしっかり踏んでおかなければなりません。ニュートラルに入れるとクリープ現象は起きませんが、ブレーキペダルを踏んでいないと傾斜のある場所では車が転がり出す恐れがあり危険です。また、後車に停止中を知らせる制動灯を点灯しておくことも大切ですので、停止中はブレーキペダルを踏んでおきます。問題18。貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することはできないが、荷物の積み下ろしのため、必要な最小限度の人を荷台に乗せることはできる。答えは、×です。荷物の積み下ろしのために、人を貨物自動車の荷台に乗せて運転することはできませんが、貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物が転落したり荷崩れを起こさないように、その荷物を見張るために必要最小限度の人を乗せて運転することができます。そしてこの場合は警察署長の許可もいりません。問題19。二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることによって自然に曲がるようにすると良い。答えは、○です。二輪車は、カーブの先の方向に視線を向けると、重心の移動とともに車体がカーブの内側に傾き始め、自然にハンドルが切れて曲がっていく構造になっています。そして、このように自然にハンドルが切れて曲がるようにするためには、適切な運転姿勢が大切です。問題20。高速自動車国道の本線車道における道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間の法定速度は一般道路と同じである。答えは、○です。高速自動車国道の本線車道が道路の構造上、往復の方向別に分離されていない区間の法定速度は一般道路と同じです。なお、道路の構造上、往復の方向別に分離されていないとは、対向車線との分離を防護柵などを設けず、中央線などで簡易的に区切られている本線車道のことで、対面通行とも言います。高速道路は一般的に、分離帯などによって対向車線と分離されています。問題21。3つの車両通行帯のある道路の交差点を原動機付き自転車で右折するときは、交通整理が行われていないときでも、2段階右折をしなければならない。答えは、×です。原動機付き自転車で右折をするときは、信号機などで交通整理が行われていない交差点では、たとえ3つ以上の車両通行帯のある道路の交差点でも、自動車と同じ小回り右折をします。なお、原動機付き自転車が2段階右折をしなければならない交差点は、交通整理が行われている交差点で、2段階右折をしなければならない標識があるか、3つ以上の車両通行帯がある道路の交差点です。問題22。大型特殊免許を受けた人は、大型特殊自動車のほか、普通自動車も運転することができる。答えは、×です。大型特殊免許は、普通免許の上位免許ではないので、大型特殊免許を受けていても普通自動車を運転することはできません。大型特殊免許で運転することができる車は、大型特殊自動車のほか、小型特殊自動車と原動機付き自転車です。問題23。夜間、見通しの悪い交差点やカーブの手前では、前照灯を上向きにするか点滅させて、他の車や歩行者に交差点への接近を知らせると良い。答えは、○です。夜間などの暗い時に、見通しの効かない交差点やカーブでは、他の交通の接近に気づかずに衝突する恐れがあります。このような時に、前照灯の上向きや点滅の操作は、事故防止に効果があります。問題24。運転する速度が速くなればなるほど、遠くのものや近くのものがよく見えるようになる。答えは、×です。運転する速度が速ければ速いほど、人の視力は低下します。また速度が速いと、遠くを見ようとするため視野が狭くなり、近くは見えにくくなります。速度が速いと、危険な状況の発見が遅れたり見落としたりするので、速度の出しすぎには注意が必要です。問題25。幼児を自動車に乗せるときは、発育の程度に応じた形状のチャイルドシートを使用しなければならない。答えは、○です。幼児を自動車に乗せるときは、発育の程度に応じたチャイルドシートを使用しなければなりません。
しかし、病気などやむを得ない理由があるときは、使用しないで載せることができます。なお、幼児とは6歳未満の子供のことを言います。License Service YouTube。問題26。歩行者が歩道や路側帯を通行している場合は、その側方を通行するときに安全な間隔を空けたり徐行する必要はない。答えは、×です。歩行者のそばを通るときは、安全な間隔を空けなければなりません。また、安全な間隔を空けることができないときは、徐行しなければなりません。そして、この場合の歩行者のそばを通るときとは、歩行者が歩道や路側帯のない道路を通行しているときだけではなく、歩道や路側帯を通行している場合も含まれています。歩行者のそばを通行するときは、思いやりの気持ちを持って通行しましょう。問題27。同一方向に2つの車両通行帯があるときは、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が右側の通行帯を通行する。答えは、×です。車は同じ方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておきます。そして、3つ以上の車両通行帯のあるときは、一番右端の通行帯は追い越しなどのために開けておき、その他の通行帯を通行します。この場合、速度の遅い車が最も左側の通行帯を、速度が速くなるにつれて順次右側の通行帯を通行します。車両通行帯は、2つの場合と3つ以上の場合の通行方法に注意が必要です。問題28。霧の濃い道路を通行するときは、前照灯などを早めに点灯したり、危険防止のため必要があるときは、軽音器を使うと良い。答えは、○です。霧の時は、前照灯などを早めに点灯して、中央線やガードレール、前車の微灯を目安に、車間距離を十分にとって速度を落として走行します。この時、前照灯は下向きにしましょう。上向きにすると、霧に乱反射して見通しが悪くなることがあります。また危険防止のために必要があるときは、軽音器を使いましょう。問題29。ブレーキをかけるときは、最初からできるだけ強くブレーキペダルを踏み込むようにする。答えは、×です。ブレーキをかけるときは、最初はできるだけ軽くかけます。それから必要な強さまで徐々にかけていきます。ブレーキをかけるときに最初に軽くかけ始めると、制動灯を点灯させて後車への制動の合図になり、追突事故や同乗者の負傷の防止にも役立ちます。また、車の各部の消耗や損傷などの軽減にもなります。問題30。坂道で行き違うときは、上り坂での発進は難しいので、下りの車が道を譲ると良い。答えは、○です。坂道では、上り坂での発進が難しいので、下りの車が上りの車に道を譲ります。しかし、上りの車でも対比所があるときは、そこに入って譲ります。また、片側が谷になっている危険な場所では上り下りに関係なく、谷側の車があらかじめ安全な場所に停止して道を譲ります。問題31。追い越しのための右側部分、はみ出し通行禁止の標識のあるところで、中央線をはみ出さないように、普通自動二輪車を追い越した。答えは、○です。この標識は、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止で、同じ意味の表示がこの黄色の中央線です。この標識や表示のあるところは、追い越すときに対向車との衝突事故を防止するために設けられているので、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。しかし、はみ出さなければ追い越しをすることができます。そして、この標識の間違えやすい点は、追い越し禁止の補助標識がある場合です。追い越し禁止の補助標識があれば、中央から右の部分にはみ出してもはみ出さなくても追い越しが禁止されます。追い越しそのものをしてはいけないことになりますのでご注意ください。問題32。同一方向に進行しながら右の通行帯に進路を変えるときは、進路を変えようとするときの約30メートル手前で合図をすると良い。答えは、×です。進路を変えるときの合図をする時期は30メートル手前ではありません。
進路変更の合図は、進路を変えようとする時の約3秒前に合図をします。進路変更の合図は、進路を変えようとするまでの距離を知らせるのではなく、周囲の交通との意思疎通を図るための時間です。問題33。クリープ現象とは、オートマチック車のチェンジレバーをパーキングやニュートラル以外に入れると、アクセルペダルを踏まなくても自動車が動き出すことを言う。答えは、○です。エンジンがかかっている時に、チェンジレバーをパーキングかニュートラル以外にすると、ブレーキを緩めるだけで車が動き出します。この現象をクリープ現象と言います。信号待ちなどの停止中は、クリープ現象で動き出さないようにブレーキペダルをしっかり踏んでおかなければなりません。なお、ニュートラルではクリープ現象により動き出すことはありませんが、傾斜のある場所では転がり出すことはあります。問題34。勾配の急な下り坂は、駐車も停車もしてはいけないが、勾配の急な上り坂は、駐車や停車をすることができる。答えは、×です。勾配の急な上り坂も、駐車も停車もしてはいけません。勾配の急な坂は、上り坂も下り坂も駐停車禁止場所です。徐行しなければならない場所や、追い越しを禁止する場所と間違わないようにしましょう。なお信号に従って停止する場合など、法令の規定に従う場合や危険防止のための停止は除かれます。問題35。普通仮免許を受けた人は、原動機付き自転車の運転の練習のため、指導を受けながら原動機付き自転車を道路で運転することができる。答えは、×です。普通仮免許を受けていても、原動機付き自転車を運転の練習のために、道路で運転することはできません。普通仮免許で練習や試験などを受けるために運転できる車は、普通自動車だけです。問題36。二輪の自動車を除き、自動車の保有者は、自動車の使用の本拠の位置から 2km 以内に保管場所を確保しなければならない。答えは、○です。二輪の自動車を除き、自動車を所有するときは、その人が住んでいる住所から 2km 以内に駐車場を確保しなければなりません。保有者とは、自動車を所有している人や使用する権利のある人で、一般的に持ち主のことです。また、使用の本拠の位置とは、自動車を使う人の拠点で、個人の場合は一般的に住んでいる住所のことです。問題37。長い下り坂などでフットブレーキを頻繁に使いすぎると、ベーパーロック現象やフェード現象を起こし、急にブレーキが効かなくなることがある。答えは、○です。長い下り坂や急な下り坂では、フットブレーキまたは前後輪ブレーキを頻繁に使いすぎると、ブレーキが過熱して摩擦力が急激に減少するフェード現象や、ブレーキの過熱からブレーキ液内に気泡が発生して、ブレーキの圧力が伝わらないベーパーロック現象を起こし、ブレーキが効かなくなることがあります。そのためエンジンブレーキを活用し、必要に応じて四輪車はフットブレーキ、二輪車は前後輪ブレーキをかけるようにします。問題38。前の車が普通自動二輪車を追い越そうとしているときに、法定速度を超えないように、その前の車と普通自動二輪車を追い越した。答えは、×です。たとえ法定速度内であっても、前の車が自動車を追い越そうとしているときは、その前の車の追い越しを始めてはいけません。二重追い越しとして、追い越しを始めることが禁止されています。前の車によって視野が妨げられたり、追い越しが終わるまでに長い距離が必要になるので危険です。ただし、前の車が自動車ではない車を追い越そうとしている場合、例えば原動機付き自転車や自転車などの軽車両を追い越そうとしているときは、それらの車を追い越すことが禁止されていません。追い越しを始めることができます。問題39。車の運転者は、車の仕組みなどを理解しておかなければならないが、歩行者や自転車に乗る人は、その仕組みなどを理解しておく必要はない。答えは、×です。交通事故を未然に防ぐためには、歩行者や自転車も交通規則を守ることはもちろん、車の運転者から死角になる場所や、車の内輪差の危険性など、車の特性や仕組みを理解しておくことも、安全に道路を通行するための心構えとして大切なことです。
問題40。高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、三輪車と牽引車を除き、普通自動車は乗用車が時速 100km、貨物車が時速 80km である。答えは、×です。高速自動車国道における普通貨物自動車の法定最高速度も時速 100km です。普通自動車の法定最高速度は乗用車と貨物車の区別はなく、どちらも時速 100km です。ただし、普通自動車でも三輪車や牽引車は時速 80km です。なお、貨物自動車で法定最高速度が 80km の自動車の種類は、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車です。問題41。交通整理の行われていない交差点を直進するとき、交差道路が優先道路でも、通行する車がなく見通しの良い場合は、徐行の必要はない。答えは、×です。交通整理の行われていない交差点を通行するときに、交差する道路が優先道路である場合は、見通しの良い悪いに関係なく、通行する車がないような場合でも徐行しなければなりません。見通しが良くても速度が速いと、通行する車の見落としや判断を誤る恐れがあり危険です。問題42。夜間、自分の車のライトと対向車のライトで、道路の中央付近の歩行者などが見えなくなることがある。これを蒸発現象という。答えは、○です。自分の車のライトと対向車のライトが重なると、道路を横断する歩行者などが見えなくなることがあります。これを蒸発現象と言います。蒸発現象は暗い道路で特に起こりやすく、夜間に雨が降ると濡れた路面などにライトの光が乱反射して、一層見えにくくなるので注意が必要です。問題43。表示などで優先道路の指定がなく、交通整理の行われていない交差点は、交差道路が広い時でも作法車が優先なので、交差道路を通行する右方車より先に交差点に入った。答えは、×です。交通整理の行われていない交差点で、前方優先道路を示す表示や中央線などによる優先道路の指定がなくても、交差する道路の道幅が明らかに広いときは、作法、右方に関係なく、徐行するとともに交差道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。そして、交通整理の行われていない交差点で、どちらの道路にも優先道路の指定がなく、道幅が同じような道路の交差点を通行する場合に、いわゆる作法車優先の原則が適用されます。これは、交差道路を作法から通行する車の進行を妨げたり、交差道路を左右両方の方向から通行する路面電車の進行を妨げてはいけないものです。なお、この場合、交差道路の右方から車が接近してきたときは、徐行しないで先に進むこともできますが、必ずしもその車が道を譲るとは限りませんので注意が必要です。問題44。軌道式内を通行することができる場合でも、後方から路面電車が近づいてきたときは、必ず、軌道式内から出なければならない。答えは、×です。軌道式内を通行することができる場合に、後方から路面電車が近づいてきたときは、路面電車の進行を妨げないように速やかに軌道式外に出るか、十分な距離を保つようにして軌道式内を通行することができます。軌道式内を通行することができる場合は、軌道式内を除いた道路だけでは車の通行に十分な幅がないときや、道路工事などで通行できないとき、標識で通行が認められているときなど、軌道式内を通行する交通状況のある場合なので、路面電車が後方から近づいてきたときでも軌道式内から出ることができないかもしれません。そのため、十分な距離を保って通行することができることも定められています。問題45。乗車定員5人の自動車は、大人3人と12歳未満の子供4人が乗車することができる。答えは、×です。乗車定員5人の自動車に、大人3人と12歳未満の子供4人が乗車すると、乗車定員を超えてしまいます。子供の乗車人数は、12歳未満の子供3人を大人2人として計算しますので、乗車定員5人の自動車に大人3人が乗車すると、あと大人2人分の12歳未満の子供3人までは乗車できます。問題46。
安全地帯のある停留所で止まっている路面電車に追いついたとき、乗り降りする人がいなかったので、徐行しないで通過した。答えは、×です。安全地帯のある停留所で止まっている路面電車に追いついたときは、乗り降りする人がいてもいなくても通過することができますが、徐行して通行しなければなりません。路面電車に乗降しようとして急に走り出してくる歩行者があるかもしれません。ただし、路面電車が停止していない安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいるときは徐行しなければなりませんが、歩行者がいないときは徐行する必要はありません。問題47。明るさが急に変わると、視力が一時急激に低下するので、トンネルの入り口や出口付近では、速度を落として運転すると良い。答えは、○です。明るいところから急に暗いところに入ったり、暗いところから急に明るいところに出ると、視力は一時急激に低下しますが、しばらくすると目が慣れて通常通り見えるようになります。これを順応と言いますが、順応するまでには時間がかかります。明るさが急に変わるようなトンネルの出入り口付近では、速度を落として慎重に運転しましょう。問題48。交通事故が起きた時でも、相手との間に話し合いがついた場合や、相手に過失がある場合は、警察官に報告しなくても良い。答えは、×です。交通事故が起きた時にその車の運転者は、相手との間に話し合いがついたり過失の大小にかかわらず、救護措置などを行った後、直ちに最寄りの警察署等の警察官に事故があったことを報告しなければなりません。事故が起きた時は、その被害が当事者間だけにとどまらず、その周辺に人的物的被害が及ぶことがあり、被害者への賠償のためにも警察官への報告が必要です。問題49。交通整理の行われている交差点で、交通の混雑により交差点内で止まり、交差方向の通行を妨げる恐れがあったが、青信号であったので交差点に入った。答えは、×です。交通整理が行われている交差点に入ろうとする車は、前方の交通の混雑により交差点内で止まってしまい、交差方向の車の通行を妨げる恐れのあるときは、信号が青でも交差点に入ってはいけません。交差点内で停止しているときに信号の表示が変わると、交差道路の車の通行を妨げることになるので、停止線などの直前で待機します。信号の青色は、進まなければならないではなく、進むことができることを表しているので、交差点内の交通状況などから進むことができるか判断しなければなりません。問題50。自動車は、夜間の一般道路において、道路照明などにより50メートル後方から見える場所や、停止表示機材を置いて駐停車するときは、非常点滅表示灯、微灯または駐車灯をつけなくても良い。答えは、○です。この問題は一般道路において、夜間、自動車が駐停車する場合の点灯義務の例外を示したものです。原則は、夜間の一般道路において、他の運転者に駐停車していることを知らせるために、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車を除く自動車は、非常点滅表示灯、駐車灯または微灯を点灯しなければならないと定められています。そして例外として、道路照明などにより50メートル後方から見える場所に駐停車するときや、停止表示機材を置いて駐停車するときは点灯しなくても良いと定められています。また、この例外規定は、高速道路以外の一般道路の規定ですのでお間違いのないようにしましょう。この動画は50問で終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。新たに100問の動画として出しますのでご視聴いただければ幸いです。